こんにちは、モネです。4月になって入学や新学期を迎えた学生さん、それに学校生活が終わって新社会人になった皆さん、まずはおめでとうございます。新しい生活に向けて毎日使う筆記用具を新調してみてはと思って動画を作ってみたんですが、ちょっと間に合わなくて時期がずれちゃいました。ということで今日の動画は私の筆箱の中身紹介をしようと思います。一度好きになるとずっと同じものを使ってしまうタイプではあるので、中にはいつからだろう、高校かな、なんで結構15年以上使ってるなんてアイテムもあります。一つずつ細かく紹介していこうかなって思っているので、よかったら最後まで見ていってください。紹介しているものは概要欄にリンクと一緒にまとめておきます。動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。まずはペンケース。私はコロのパーカーソフトキューブロングっていうものを使っています。銀座の伊藤屋さんで買いました。価格は税込み2860円。他にも色がプラチナ、エスプレッソ、レイク、サフラン、スプルース、ナチュラルで全部で7色あります。私は赤色が好きなのでペンケースだったりとかちょっとしたポーチだったりとかカバンとかちょいちょい赤のものを持ちがちです。このペンケースはオーガニックコットンを使っていて生地がすごく柔らかくて持った時にすごく手に馴染んでくれます。このペンケースキューブ型なんですけど、生地が柔らかいにもすいません。生地が柔らかいにもかかわらず型崩れが全然起きてません。もう何年も使ってますが、しっかりキューブ型でいてくれて気に入ってます。あと発色。ほんとね、色が綺麗です。あともう一つ。すごくジッパーがスムーズに開けられてめっちゃ好きです。お次は中身。中にはメインのペンが4本と、で修正テープ、カッター、テンプレートブックマークでクリップとピンセットで、あとメンソレータムも入ってます。この10個のアイテムが入ってます。まずはメインのペン4本を紹介しようかな。ですね、黒ペンはハイブリッドを、これはもう中学か高校の時くらいからずっと使ってます。いろんな黒ペンに浮気はしてるんですけど、結局いつもハイブリッドに戻ってきます。インクの出がすごくちょうどよくて、書いてるとちょっと引っかかるんですよ。スラスラ書けるっていう感じじゃないんですけど、この滑らかにね書けない感じが、文字書いてるなって気持ちにさせてくれて好きです。会心があるのも私にとってはすごくポイントが高いです。あと1日の終わりに手帳タイムを10分ほど取ってるんですが、このキャップをカチッと最後に閉めるのが、はい、今日は終わりっていう、なんていうんですかね、私にとっての合図になってて、これをしてベッドに入るのが大好きです。赤ペンは無印の詰め替えるペンのノック式。本体が30円で会心が60円と超コスパのいいペンです。先日無印良品のヘビロテアイテムを紹介したんですが、そこでも出てきてます。ちょっとね、仕事で青ペンが必要になったので、青ペンは無印の詰め替えるペンの水色か浅木を仲間入りさせようかななんて思ってます。このマイルドライナーのグレーもヘビロテアイテムです。最初は10色セットで買ったんですが、グレーの使う頻度が他の色と比べて尋常じゃなく多かったので、グレーだけ単品買いをよくしてます。私はよくタイトルに使ってます。勉強ノートは色数を抑えたいけど見出しは目立たせたくないなんていう時に大活躍してくれます。そんな見やすいノートの書き方をまとめた動画があるので、ノートのまとめ方に悩んでる人はぜひ見てみてください。そして白ペンはユニボールシグノのエンジェリックカラーを使ってます。こちら税込み132円です。これもだいぶ長く使ってますね。白ってかすれがちなんですが、ペン先が 0.7 ミリと太めなので、
インクがたっぷり出てはっきりと文字が書ける印象で大好きです。これ以上太いペン先になっちゃうと私の書く文字は結構小さめなので文字が潰れちゃうんですよね。きっとこの 0.7 ミリっていうのが私にとってちょうどいいんだろうなって思ってます。ペンはあんまりペンケースに入れてませんね。基本的に筆箱は持ち歩く前提なので必要最低限にしています。お次は修正テープ。修正テープはモノの YX でいいのかな YX で 4.2 ミリ幅のものを使ってます。他にも5ミリと6ミリがありますね。価格は税込み440円で詰め替えは275円です。基本的に文字を書くとき横書きなのでこの横引きタイプはめちゃくちゃ消しやすいです。これも10年以上使ってるんじゃないかな。ずいぶん長いこと使わせてもらってます。で、次はカッターですね。カッターは日本クリノスのプレシジャンカッタープロフェッショナル仕様というものを使ってます。税込み価格660円。2014年にグッドデザイン賞を受賞してます。このカッターは人間工学に基づいたフォルム設計らしくて逆三角形になってるんですよ。それがすごい手にフィットしてくれて使いやすいです。そしてこれはテンプレートのブックマークです。トラベラーズファクトリーで買ったものでアルファベットとナンバーの2種類があります。私が買ったものはナンバーで税込み1320円。結構真鍮のアイテムが好きでどうしても欲しかったんですがなかなかテンプレートは活かせておりません。どっちかっていうとトラベラーズファクトリーさんにある真鍮の定規の方買えばよかったかななんて思ってますがこう長い定規しか持っていないので短い線を引くときに重宝しています。このゴールドクリップはどこで買ったものなのか全く覚えてないんですが何かと1個あると便利でいつも筆箱の中に入ってます。ノートを止めたりとかちょっと作業中断する時のしおり代わりになったりとかで、ピンセットは細かい作業の時に便利でシールとか剥がしたい時に自分の指でこう剥がしにかかるとぐしゃってなってしまうものがピンセット使うと綺麗に剥がせます。これはね、学校の入学式の時に購入した道具の中に入ってたものをそのまま使い続けてます。そして最後はメンソレータム。12g のパッケージのものをヘビロテしてて価格は418円。化粧ポーチの方にも入ってるんですが筆箱にも入ってます。もちろんね、唇には使えるんですが実は私鼻の下に塗ることが多々あります。ちょっとねこの使い方間違ってると思うんですがメンソレータム鼻の下に塗るとこう鼻の通りが良くなるんですよね。結構目も覚めるので変な使い方ですがそんな使い方をしてます。ペンケースの中身を紹介しましたがなんか足りなくないなんて思った方もいるのではないでしょうか。お気づきの方もいるかもしれませんがペンケースに必ず入ってるって言っても過言じゃないあの子たちがいませんよね。そう、シャーペンと消しゴム。突然なんですが筆箱の中が黒くなって汚れちゃうなんていう人いませんか？私は結構汚れてました、学生の頃。しかもペンケースだけじゃなくて一緒に入ってるペンとかも汚れたりしてあれ個人的に結構嫌だったんですよね。で、その原因って消しゴムや鉛筆、シャープペンシルだと思うんですよ。何かと筆箱の中で擦れちゃって削れちゃった芯たちが筆箱の中で悪さをするんですよね。それに気づいてからは基本的に書くときは消しゴムで消せるシャーペンじゃなくて黒のペンで一発書きするようになりました。ということで筆箱には私消しゴムとシャーペンが入ってないんです。で、じゃあ使ってないのって言われるとそういうわけでもないので消しゴムとシャーペンは机の上のペン立てにいます。筆箱にはすぐ持ち運ぶことができる一群アイテムを入れてでペン立てにはよく使うけど持ち運ぶほどではないものたちが置いてあります。ちなみにこの小物トレイとペン立てはコンクリート製で結構ずっしりしてます。確かこれバスグッズだったと思います。歯ブラシとか立てるやつなんですけど可愛くて机周りのペン立てやら小物置きにしてます。なのでここには
日付スタンプだったりとか、無印の水性ペンだったりとか、消しゴムでシャーペンと黒マステとかハサミとか、そんな感じのものを置いてます。そんなこんなでペンケースにシャーペンと消しゴムを入れなくなってから中が全然汚れなくなったんですよね。このペンケース結構使ってるんですが、中もまだまだ綺麗です。もしも同じようにペンケースの中がこう汚れちゃうのが嫌なんだよねっていう方がいたら、よかったら試してみてください。今日の動画は私の筆箱の中身紹介でした。長く愛用しているものが多く、どれもおすすめなものです。今日紹介したものは概要欄にリンクでまとめておいたので、気になるものがあったらぜひお手に取ってみてください。ということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。